こんにちは。お元気ですか？今日は2月の18日の水曜日ですね。ここ数日、真冬の寒さがやっと緩んだというかね、ちょっと春の兆しが見えてきた感じで、真冬っていうか冬を抜けたっていう感じがありますね。やっとね、暖かくなってきました。それでね、私も昨日、自分のお布団のね、掛け布団の布団カバーがボアのあったかいやつだったんですけど、毛布生地みたいなね、そのカバーをも取って普通の布団カバーにしました。でね、そのカバーを取り替える時に、昨日天気もまあまあ良かったんで、お布団も干したりとかしたんですよね。そうそう、だからね、布団も干せるぐらいになったし、まあ空気はまだ冷たかったですけどね、ちょっと日光に当てたいなと思って、それに真冬の掛け布団のボアカバーも変えることができたんで、やっと長い冬の巣ごもり期間が終わったんだなって思いました。私の掛け布団のね、ボアカバー、本当に毛布1枚を足したぐらいのこの重量っていうかボリュームがあるので、すごくあったかいんですけれどもね、やっぱりでもあったかくなってきたら、もうちょっと気軽な掛け布団で寝たいなっていう感じはしますよね。とにかくやっと寒い冬を抜けて、天気もね、冬より春の方が比較的晴天率も高いので、やっぱ明るいとね、気分もなんとなく前向きになったりとか、なんか新しいこととかやる気が出たりとかしますよね。今までちょっと億劫だなって思ってたことが、ちょっとやろうかなっていう気が起きたりとかして、そういう感じで何かを始めるのにはね、いい時期なんじゃないかなって思いました。そういえばちょうど昨日くらいかな、旧正月の新年とかにもなったところですしね、気持ち新たに春を感じながらっていう感じで、ちょっとね、天気がいいだけでお家でコーヒーをぼーっと飲んでるだけでね、ちょっとほっこりした気分になりますね。そんな感じで相変わらずのほほんと過ごしておりました。最近はね、ちょっと夜にね、すごく食べたくなっちゃうとか、甘いもの欲とかがね、ちょっとやばくてね、冬の最後の最後になって体重を増やしてしまっている状況なんですよね。で、昨日はね、ジャイアントコーンの、新しい味かな、キャラメルなんとか味っていうのがスーパーで売ってたんで、それを買って食べたらね、美味しかったですね。そこのスーパーはね、ちゃんと管理というかね、アイスの管理もちゃんとしてるので、一回ちょっと溶けかかったやつを売ってるみたいなやつはないスーパーなんですよね。すごくお客さんも多くて回転率もいいので、ずっと置いといてるわけじゃなくて、どんどん商品も入れ替えがあると思うんですけども、とにかくそこは結構信頼のおけるスーパーなので、そうそう、そこでジャイアントコーンを買いました。前回ぐらいにね、アイスとかもお店によってはこのアイスの表面にね、ちょっと氷がついてたりとかするとことかだと、ちょっと温度がね、一瞬ちょっと温まってというか、その商品を入れる時なんだか、どっかに保管してる時なんだかわかんないですけど、一回ちょっと商品が少しだけ溶けちゃって、またこの冷凍庫に入れた時のその温度の差で、そのものの温度の差っていうかね、商品が溶けかかった時のこのアイスの冷たさの温度と外の外気の気温差で、つゆなんて言うんでしたっけ、この外側につゆが水滴、空気中の水蒸気が水滴になってつくじゃないですか。それがもう一回冷やすと、氷として周りにまとわりついたりとかね、するじゃないですか。だからアイスとかを買うときに周りにそういう氷がついてないかとかね、なんていうか乾燥した感じできちんと置いてあったら、
いい状態だとは思うんですけども、私がちょっと前に買ったジャイアントコーンのアイスがちょっと周りにねこう氷がこうついててって思ったんだけど、でも今食べたいからそのタイミングで買っちゃったらやっぱり中身のもなか部分がちょっとしけってたりとかして味が半減してて残念だったなんてお話ししたんですけども、まあその後リベンジでセブンイレブンでジャイアントコーン買ってやっぱ美味しいなと思って、で信頼のおけるスーパーに行ってまたジャイアントコーン買ってそうそう、とにかくねキャラメル味美味しかったですね。なかなかまたねジャイアントコーンにはまっちゃうかも。良くないなとは思うんだけどまあそれもね生きている楽しみのうちの一つなんで、まあそれをね度が過ぎてバク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 食いまくると病気になったりとかしてこう体調が悪くて、結局アイスでこう幸せになってプラスになった部分が病気で苦しむマイナスでみたいな感じになるので、そこのバランスはね自分で考えながらなるべくねこうでもいっぱい食べたいけどでもみたいなね、そういうのを考えながら楽しく生きていきたいなと思います何の話だって感じなんですけど。あとねこの前スーパーで一口大福みたいのを売ってるじゃないですか。こう個包装になっててだいたい100円くらいで売ってるこうちっちゃい大福とかいろんな種類とかがね、こうスーパーでそれがなんかこれ食べたいなと思って買ったんですよね。なんかこう何の大福だったかな、ちょっとちっちゃい栗が入ってるような大福だったんですけども、それを食べたらね全然美味しくなかったんですよ。びっくりすることになんかびっくりするほどチープな味がして、まあ安いやつだからねこの98円とか100円くらいのね、まあそれはしょうがないんですけども、それ以上に嫌だったのが食べ終わった後の口の中がその添加物のこう味がすごい残るんですよね。あれが気持ち悪いなと思って、添加物も多分いっぱい使ってるんだろうなと思ったんですけど、ちょっと成分表は見ずに今回買っちゃったんで、まあねこうその分こう日持ちしたりとかしていいとは思うんですけれども、ちょっとこれはこれだったら200円出してちゃんとした和菓子屋さんの美味しい大福を食べた方がずっといいなって思ったりとかしましたね。ただねなかなかその近くにちゃんとした和菓子屋さんとかが売ってないのでねなかなか食べれないんですけども、それでこれだったらちょっと自分で作ろうかなって思ったんですよ。っていうのもやっぱ添加物の最後の味がすごく嫌だったんですよ。気持ち悪かったんですよね。口の中にこう何分か残り続ける、多分10分とか20分ぐらい口の中に残り続けたんじゃないかなと思うんですけども、体にも悪いしなんだ味自体も美味しくないしってなるとなんだよと思って、で多分大福って簡単なやつだったらそんなに手間もかからずに作れるだろうと思ってスーパー行った時に白玉粉と小豆乾燥してる小豆ですね、あんこを作るための小豆を買ってきといたんで、そのうちね気が向いた時にね自分で大福作ってみようかなって思いました。自分で作ったことは今までないんですけども多分簡単にできるだろうってちょっと思ってるんですよね。白玉粉で、ちょっと水入れてなんかちょっと温めて求肥みたいの作って、そしたらあんこで包めばいいんでしょみたいなであんこはね私炊飯器で作っちゃうんですよ。ご飯の炊飯器ね。自分であんこ炊くとかめんどくさすぎて絶対できないので炊飯器で簡単に白米の米飯モードとかで全然余裕でできるんですけれども、この小豆を買ってきて、私はね200g 180g から 200g くらいで売ってるやつを買ってくるんですけども、それを炊飯器にバーって入れて、水をねなんだろうひたひたじゃなくてもっとちょっと多めに入れて何かな小豆の高さの倍ぐらいかな入れて、それで一回一晩ねちゃんと水につけるんですね。浸水させて、でだから8時間とか10時間とかね、で翌朝になったら普通に
白米モードとかでもいいんで、普通に米飯スイッチを押して、それで普通に 1,2 時間とかで炊けるじゃないですか。でそれパカッて開けたら、まだ全然柔らかくなってないんですよ。でその時に水がどれくらい減ってるかとかね、その水の具合を見て水を足したりとかして、で私めんどくさいから水変えたりとかしないんですよ。でそのタイミングで砂糖をこう入れるんですね。砂糖ももう適当ですね。もう砂糖もバッシャーって入れて、でもう一回米飯のスイッチを押すと。で炊き上がったらっていうのかなこれであんこが出来上がりですね。で場合によっては小豆の種類とかによってはもしかしたら少し硬さが残るかもしれないので、そういう場合はもう一回米飯を押すとそれで全然余裕でできると思いますね。そんな感じで水入れてスイッチを2回押すだけでできると。でその2回目のスイッチを押す前に砂糖をぶち込むと。塩も一つまみぐらい入れるといいかもしれないですね。それで炊飯器で簡単あんこを作れるので、そしたらあとは白玉粉で牛皮っていうのかな、餅部分ですねを作ればできるかななんて思ったりとかしてます。そうだね、場合によってはスーパーとかでかぼちゃとかがね安く売ってたらかぼちゃあんとか作るのもいいだろうし、あとは私もいつもさつまいもをおやつに食べてるんで、そのさつまいもをねさつまいもあんを作るのもいいかなって思いますね。ちなみに私はさつまいもを食べるときはこれまた炊飯器を使ってるんですね。炊飯器にただぶち込んで洗っといたさつまいもをぶち込んで、だいたいこうマグカップ1杯分、1杯だと100、ちょっと多いか、だいたい 200cc ぐらいかな、いや 300cc ぐらいかなを水を入れて、これまた普通の白米モードとかでいいんですけども、スイッチポンってするとさつまいもが吹かせるんで、それも洗って水入れてスイッチポンで終わるんで楽ちんですね。でそのさつまいもの時の水の入れ加減っていうのはその芋の種類とかによってその水分とかどれくらい含んでるかなとかね、なんかあれによって違うんですけれども、単純に水をいっぱい入れたらこうしっとりした感じでふかされて、ちょっと水が足りなかったらこうパサパサじゃないけどホクホク系のやつになったりとかするんで、ただね水があんまりにも少なすぎるとちょっとこの釜の部分が焼き切れるような感じになりそうでなんか嫌だなと思って、その辺はねこうあんまりこう水分がこうチリチリにならないくらいに調整したりとかしてます。そんな感じでね私は炊飯器を便利に使ってるっていうか、料理めんどくさいことしたくないっていうかね、この料理してる間にこうついてなきゃなんないっていうのがすごく嫌なんで、スイッチポンで全部終わるのでなるべくやりたいっていうタイプですねちなみにね炊飯器は今うちに2つあって、もともと炊飯器壊れたなと思って買い替えたんですけども、買い替えた後にまだ使えることに気がついて、炊飯モードのなんとかモードだけは使えないけど他のなんとかモードは使えるっていう感じだったんで、それで全然余裕で使ってて、だからお米炊く時は新しく買った炊飯器の方で使ってて、あとはこうさつまいもとか、今回というかやってないけどあんこ炊くとかそういうのは古い炊飯器の方で今分けてね使ったりとかしております。そんな感じでね。でもね最近本当に夜中にねめっちゃこう寝る前にすごい食欲が湧くんですよね。でめちゃめちゃ家にあるもの食いまくったりとかしててね、でもこれ我慢したくないんですよ。やっぱ私食べたいんですよね。でなんかねまた砂糖とかも夜食っちゃったりとかして、結構週1ぐらいで砂糖は食ってますね夜甘いものがない時、なんかあったら甘いもので
めっちゃ食うんですけど、あったらあったで怖いなと思うんですよね。あるだけ食べちゃうから。でもなきゃないで砂糖を食っちゃうんだよね。私の健康大丈夫かなっていう感じ。なんかもう太るとかももちろんすごい嫌なんだけど、それ以上にね、健康が心配なお年頃ですね。現在48歳。そうそう。なんか私もね、もう、閉経しかかってるんで、そうすると、いろいろね、コレステロール値も上がりやすいし、糖尿病もなりやすくなるじゃないですか、その、閉経後っていうのは。なので、気をつけなきゃなんないのに、もうほんと困ったもんですね。そんなことを、最近思ってます。今月の末か、来月早々ぐらいに、健康診断、この自治体の健康診断に行こうかなっていうふうに思ってます。前回は12月の初旬くらいにやったんですよね。1年数ヶ月前のね。なのでちょっとなんやかんやで今回は少しやろうかなって思ってから遅れちゃったんで、3月上旬までには少なくともねやっとこうかなっていうふうに思います。でね、ついさっきね気づいたんですけど、私今住んでるところに引っ越してきてね、丸々5年が経ちました。つまりね、東京で普通にサラリーマンやってた時から今の人生お休み期間の生活に入ってから5年が経ったと。実際にお休みしたのは3年数ヶ月で、1年ちょっと前からどうにか自分で頑張って家でね、自分だけでとにかく収入を得るっていう形で働くっていうのをねちょっとずつ始めたので、ただねこっちに引っ越してきて、そして普通のサラリーマン生活をやめて、ちょっとこうなんていうのか、私もこの少しこのライフチェンジみたいのをしてからねこのぼっち生活、完璧なるぼっち生活になってからもう5年も月日が流れたんだなぁなんて思ってね、そうしみじみしましたわ本当に。思わずねこう2021年5年前のね2021年のスケジュール帳、手帳をねこうパッと見ちゃいましたわ。今手元にあるんですけど、だから2021年の、2月の17日とかかなに今いるところに引っ越してきたんですよね。ほんとその時はねすごい寒い日でしたね。なんか今日はあったかいけどね、5年前の今ぐらいはちょっとね最後の寒波が来てたのかな、寒かったですね。でなんかいろいろ手帳を見てると、こう引っ越し屋さんが何時に来るとかね、とかあとはこの数日前にね東京のアパートの引き払いのための最後の最終立ち会い確認とかね、あとはその東京にね2日間くらい私普通のホテルに泊まったんですよ、引っ越してくる前に。なんかこう引っ越しをする時に引っ越し屋さんがこう荷物を引き取ってからその引っ越し先に持っていくまでにちょっと数日かかったりするらしいんですよね。そのトラックに私以外の引っ越しの人の分とかもこうまとめてっていうかねこう積むので、大型トラックにね。それでこの途中に中継地点みたいなところでちょっと入れ替えなのかな、ちょっと分かんないけど、そこでまた今度はあっち側の方向に行くルートとこっち側の方向に行くルートみたいな感じで分かれて、それで最終的に私のところにこう引っ越し先のところの搬入の日が決まるみたいな感じなんですけども、だからそのスケジューリングというかね、そのあれによって若干こう引っ越しのこう引っ越し元のアパートから払ってから引っ越し先で受け取れるまでは、その引っ越し運送会社のなんかそういうスケジュールによってはちょっと数日かかったりとか、そのどれだけかかるのかっていうのがいろいろ違ってくるみたいなんですね。これはだから大型の引っ越しセンターとかだとそういうことがあるのかなって思いました。確か私は堺引っ越しセンターだと思いますね。だったと思います。そんなねことがねスケジュール帳に書かれてたりとかしてね、あとこう最終出勤日が
こう2月の12日だったりとかしてね、結構ギリギリまで私出勤したんですよね。やっぱ仕事をね、しっかりこうきっちりとやるとこ最後までやりたかったし、やっぱりこうできる限りこう去った後のなんかがあると嫌なんで、そこは全力でどうにかしたいっていうふうには思ってましたね。まあ急に引っ越したわけじゃないので、まあ、十分ね何ヶ月も時間があったので、まあそれはあれですけれどもね、ちょうどコロナ真っ只中の時期だったので、送別会とかもできなくてすごい良かったなと思いました。なんかできなくて良かったなっていうと語弊があるんですけど、みんなと別れるのはすごい寂しかったし、いろいろ話はしたかったけれども、ちょっとねこうなんて言うんだろう、この引っ越す理由は何なんだっていうのがね、ちょっと微妙にね説明がなかなかつかない。ちょっと人生休もうと思ってとかね、そうこうなかなかこう長い時間詳しく話すっていうのがねちょっと難しいあれだったんで、逆にそういう送別会とか開けないタイミングでよかったなっていうふうに思ったりしましたね。まあ、その代わりねこう個別でというか、最後にご飯行こうよとかね、いろんな人に誘ってもらったりとかして、この2人で行ったりとか3人で行ったりとか、会社以外の人とかにもねそういうお誘いを受けたりとかが結構ちらちら、このスケジュール帳を見るとねこう結構最後にババババババって予定が入ってて、ああそういえばそうだったなーなんて、ありがたいこっちゃなと思って、人には恵まれてたよねとかね、仕事も会社にも恵まれてたよねってすごいそこはね思いましたね。本当にいいところだったので、会社もね素晴らしいって言ったらちょっとあれですけど、すごくいい会社だと思うし、人もすごく優秀な人もたくさんいて、人間的にもこういいなって人もたくさんいたと思うので、本当に良かったわとなんていうのかな、こう離れるのが悲しいなとか寂しいなとか、そういう風に悲しめることってね本当にラッキーだと思うんですよね。だからちょっとこう例えば誰かが亡くなっちゃった時、本当にもう悲しすぎてとか辛くてとか、そう思えるような人と出会えたこと自体がね本当にラッキーだなっていう風に思ったりとかするんですよね。逆にねそういう時悲しさが全く湧かなくて、感情がこうピクリとも動かないっていうこと自体が逆に辛いと思ったりとかすることはありますね。それまでつまりそういう状況、苦しさがあったということだったりとかしますからね。ちょっと話がそれちゃったんですけども、5年前のスケジュール帳を見るとねちょっと面白いなって思ったりとかしましたね。こうちょっとしたメモとか、あとは引っ越し前にこの水道とかガスとか電気とかそういうのをこういついつにやったとか、そういうのチェックがねこうチェック欄を自分でスケジュール帳に作って、この何月何日チェックみたいな感じでレ点してあったりとか、転入届何月何日とかね、国民健康保険加入とかねあとは家財保険解約とかね、あと会社の社員証何月何日返却とか、あとその健康保険のなんちゃらがなんたらだとかね、なんかそういうメモがねやることがやっぱいっぱいあるからね、そういうのをこうスケジュール帳に全部こう書いて、私の場合レ点のチェックを入れるだけじゃなくて、その行った日の日付を入れるようにしてるんですよね。そうすると何か後で見返したりとか確認の時に、これはこの時にやったからそうだ、あの時のメールを確認しようとかね、あとはこう説明する時何月何日に解約しましたとか、何月何日にこれの何々をしましたっていう風にね説明するだけで、この相手が何かを確認求めた時とかに相手のこのデータともすぐ照合できるじゃないですか。そういう感じでレ点プラス日付を入れるっていうのがねちょっと何の話だっていう感じなんですけど、あとこういろいろ引っ越してきた後住所変更とかね、いろいろ銀行も住所変更必要だったっけな。とにかくクレジットカード会社とかね、あとはいろいろ何か登録してるなんかそういうのとかね、そういうので住所変更もこれしたみたいなのを全部チェック入れたりとかしてね、そうでね、なんかちょっと思い出したんだけど、引っ越してからちょっと数ヶ月とか経った時かな、クレジットカード会社から違うな、なんだっけ、引っ越した直後だったっけな、ちょっと忘れちゃったんですけども、クレジットカード会社からなんか
確認の電話があって、クレジットカードがちょうど新しく新しいカードに変わる時かな、この期限が来て、でその時になんでだかちょっと忘れちゃったんだけど、電話での連絡があったんですよね。もちろん急に電話があったわけじゃなくて、そのネット上での手続きのあれとかの後に、それで住所を引っ越して、自分で連絡したんかな、の確認でコールセンター的なところに連絡したのかも。住所を変更してこうですっていうなんかの確認で電話したのかもしれないですね。でその時にこのクレジットカード会社の方に、それでは仕事も変更されたんですねみたいなことを聞かれて、それでつい反射的にいえ無職ですって言っちゃったんですよね。それで普通に何も考えずに反射的にいえ無職ですって言った時に、しまったと思って、クレジットカード会社で無職ですって言ったら、もしかしてこの更新できないんじゃないかとか思って、その再審査みたいのになっちゃって、このカードの期限が切れた後の新しいカードになるタイミングでのそれがこいつ収入ないからダメみたいになったりしないのかなと思って、でも反射的に言っちゃったから、やべって思ったけど、大丈夫かな、どうしよう、クレジットカード使えなくなったら超めんどくさいんだけどとかね、カード2枚持ってるからあっちでは大丈夫だけど、でもメインで使ってるカードこれなんだよねとか思って、どうしようとか思ってたんですけども、結局ね、普通に新しいこのカードが送られてきて、普通にカード継続できてました特に無職ですって言っちゃっても、それまで特に定期的にずっと使ってきて、特にこのブラックリストにも載ってないというかね、特にこの払い忘れとか払い滞納とかそういうのがなければ大丈夫なんですかね、もしかして。確かにね、無職って言っても、例えばですけども、相続とかで何千万とかね、貯金があるとか、そういう人ざらにいると思うんで、そんな人ね、その辺のなんていうか、普通に働いてる人なんかよりもね、ずっとお金に余裕があるわけじゃないですか。だから一概に働いてないからダメっていうのはないのかもしれないですね。これが私がまだすごい19歳とかね、それくらいの年齢だったら、もしかしたら審査的にあるかもしれないですけれども、クレジットカードって10代から作れたんでしたっけ、ちょっとわかんないですけど、そんな感じで話が、相変わらずとっちらかりましたけども、私が今住んでるこちらにね、引っ越してきてから5年が経ちましたと。その当時はね、引っ越してきてからね、1年ちょっとは本当に昼も夜も寝てるっていうね、人生お休み期間を経て、2年目3年目と短期の単発の派遣の仕事、1ヶ月の派遣の仕事をしてみたりとか、あとは居酒屋さんで週に 2,3 回っていう本当ちょっとだけのバイトをしてみたりとか、ちょっとずつね、この人生お休みから少しずつ慣れていってっていうのをして、そして1年ちょっと前とかにはね、もう前々からっていうのは、私がもう本当に20代の頃からですけど、やりたいなって思っていた、雇われずに自分一人で収入を得るっていうのをね、時代も時代なんでね、そういうのが大げさなことじゃなくなってきたので、私が20代の時とかはね、本当に会社を個人で立ち上げるとかね、最初資本が1000万ないとそういうのはできませんとかね、そういう時代だったんですよね。それが今ではね、全然特にお金なくても誰でもやる気さえあればできますみたいなことが無限にある時代になったので、人生お休みしてサラリーマンを辞めて、今何も持ってないけれども何でも選択できるっていう身軽な状態になったのでそれがある意味ぼっちの強みでもありますね。ぼっちで無職の強みなので、ちょっと自分がやってみたいなっていう生活をね、
ちょっとずつ始めているっていう感じですね。ちょっとね、今年もまた正念場になると思うんですよね。去年1年間はどうにか、ラッキーもあって、普通の、その派遣として働いてる人と同じくらいかな、はどうにか、つまり生活費は賄えるくらいは、お金稼げたんですけれども、ちょっと今年ね、なってまたちょっと、今までのやり方では稼げなくなっちゃったんで、新たなこの収入、何か稼げる方法ないかなっていうふうに模索してるところなんですよね。だから場合によってはね、今年また貯金切り崩しの状況になっちゃうかもしれないんですけども、元気を貯めて、元気がある時に頑張って、元気が出ない時にはお昼寝してっていう感じでね、ちょっとマイペースで生きてみようかなっていうふうに思いますね。でもマイペースではあるけれども、頑張るとこは結構頑張ってるので、そういう感じで、いずれね、収入が、ちゃんと本当に自分で、安定的にというかね、しっかり稼げるこの方法をいくつか入手できたらというかね、ちゃんと自分でも一人だけでも稼げるなっていうそのスキルが身についたら、またね、次は、そろそろまた別なところに引っ越してみたいななんて気持ちがね、ちょっと前から生まれたところなので、あと例えば 2,3 年くらいは今のところにこのまま住み続けるとは思うんですけども、例えば3年後くらいにはね、もう収入的にはどこにいても自分のやり方でちゃんと稼げる自信はあるっていう状態になって、次のところにね、引っ越したいなっていうふうに思ってます。それがね、今のね、ちょっとした目標というかね、目標っていうほど気合が入ったやつじゃないんですけども、願望って言った方がいいかな。そんな感じですね。あの辺の地域とか全然行ったことないし、ゆかりもなかったから、今度はあそこに行ってみたいなっていうのがね、最近ちょっとね、そのエリアがね、ちょっと興味が出たエリアがあるので、そんなことを考えたりとかしております。ということで、そんな感じですね。それではまた。